おはようございます。当時と申します。よろしくお願いいたします。本日はこちら、ファミコンの頑張れゴエモン2をじっくり遊んでいきたいと思います。こちらはですね、頑張れゴエモン2って2作品ありまして、有名なのは、おそらく、頑張れゴエモン2キテレス将軍マッティネスという、ゴエモン、エビスマル、サスケの3人がプレイヤブルキャラとなっている作品だと思うんですけれども、こちらはですね、ファミコンのゴエモン2となっておりまして、シリーズの、本当に2作品目というような形となっています。キテレス将軍マッティネスの方って、雪姫から、スーファミのゴエモンから数えてのゴエモン2という感じで、雪姫救出巻きでナンバリングって振り直されてるんですよね。で、この作品よく公式で黒歴史にされてるという風に言われてるんですが、その黒歴史にされてるものというのは、とあるキャラクターの設定だけであって、ゲーム自体が何か問題あって、公式からというか、腫れ物扱いされているとか、そういうことは一切ありませんので、なのでね、安心して楽しんでいただければなと思うのですが、いい話があるんですがね。ということで、いきなり牢獄から始まりましたが、なんだい食い物のことか。からくり城っての知ってまっか？なんだいその、カラカサなんとかって、もうちょっと話に興味持って。台湾がな、からくり城でんかな、その城にえらい財宝があるって聞いたんですがね。財宝。どうです？ごえはんの腕を見込んで一丁やってみませんかい？一緒に宝探し行こうと。財宝か。そんじゃ暇つぶしにでも行ってやるか。エビちゃんうれぴ。ということで、エビスマルと一緒にね、からくり城のお宝目指して、サクッとね、脱獄していきます。秒で脱獄しましたが、よし。庄屋の野郎は悪いやつですと。どうかあしらに代わって懲らしめてください。はーい。この人も何かしら、庄屋の悪巧みとかで冤罪で捕まったとかかね。そんなね、牢に入っている人たちからもね、いろいろ情報を聞くことができるのですが、誰か牢破りですよ。ほんとね、あっさり脱獄しようってからに。でゴエモンなんですけれども、なんでゴエモンとエビスまで牢獄にいたんっていう話なんですが、それがね、ゲームだけやってるとわからないようになっております。これ説明書とかには書いてたのかな。私説明書ちょっと持ってないので、説明書の方はよく知らないんですけれども、ただストーリーとしては、ゴエモンがちょっとお仕事中にドジをかましてしまいまして、十手持ちに捕まってしまったんですね。で、九州の肥後の国に送られて、牢獄にぶち込まれたということで、牢獄始まりという形になってるんですが、でそこでね、ゴエモンさん、だいぶ余裕かましてましたが、これぐらいの牢屋だったら抜け出すなんて朝飯前ということで、それで昼寝をしたりとかのんびりしてたらしいんですが、エビスマルがからくり城の財宝の話を持ってきたので、じゃあ、取りに行こうかなということで、パクッとね、牢破りして行っちゃおうっていう話なんですけれども、初期のゴエモンさんはね、ちゃんとね、泥棒をやってまして、痛い泥棒をやってて、そういう牢破りのスキルであったりとか、いろいろ披露することっていうのがあったんですよね。あら、簡単に開いちゃうのね。秒で開けましたね、この男。すごいんですよ。この人、ゴエモンさん、天下の大泥棒と言われてるけど、本当にすごい人なんですよ。本当に泥棒としてのスキルはメタメタに高いんですよ。あっちゃこっちゃから役人が、どんどんダメージを起きていく。もうダメだ。でも、このゲーム、目につくものすべて敵です。
まあお役人さんがいっぱい出てきてますが、これから先も道中登場するやつは全員ぶん殴っていきます。庄屋に会えばからくり城のことがわかるかもしれませんぜ。ほう、からくり城は庄屋が何か知ってる。じゃあ庄屋ぶっ飛ばしに行こう。なんか悪いこともしてるみたいですし。牢破りですよ。そうですよ。お役人を呼んだところで五右衛門さんが止まるとは思えませんが。五右衛門じゃねえか。久しぶりだな。同僚者ですか？もうそれ以上の情報はない。同僚者なんだとしたらもうちょっと情報を教えていただきたいんですが。同じ色の服着てるね。これ、囚人服だったりするのかね？囚人服なのかな？みんなお揃いの服、いや、そりゃ牢獄にぶち込まれてるんだから、何か決まったね、制服的なの、着てられますよね。恵比寿丸は青だったけど、この人、囚人服のまま、うろちょろする気だろうか。着替えなくてよろしい？着替えなくていいのかな？そんな感じでね、番所を抜け出して、今しれっと取りましたが、ここ、ひょうたんがあるんですが、ひょうたんの横でジャンプすると、招き猫が出てきて、招き猫を取ると、武器がね、パワーアップします。これ、ネズミ花火ですね。置いたら、一定時間で、敵の方向にスッと移動し、爆発するというものですね。ちょっと使いづらいです。で、こちらがよろず屋ですね。傘とおにぎりと砂時計、時計っていう名称だったかな？傘とおにぎりは後期作品でも割と登場するものなので、どんなものかはね、分かりやすいと思うのですが、ただね、この傘がね、今作ちょっと違うのかな？遠距離攻撃ではなく、なんかね、なんていうのかな、鳥さんが落としてくるものであったり、ね、自然災害系、なんか落石とかかな、そういうのから身を守るもので、お役人の提灯とか遠距離攻撃は守れたかな。で、おにぎりはライフがゼロになった時に回復してくれるものですね。ちょっと使ってみましょう。お金がないからあんまり、使いたくもないんですけれども。で、招き猫を取ると今度は小離れですね。これは所持金を利用しないものとなっているので、無限にガンガン慣れてって問題ありません。といったようにね、五右衛門は小離れとネズミ花火というように変わって、恵比寿丸もネズミ花火と手裏剣かな？手裏剣がね、だいぶ癖のある感じに飛んでいきます。どっちかっていうと、恵比寿丸の方が使いやすいかもしれません。結構ね、範囲攻撃ができるので、恵比寿丸の方が。多分使いやすいと思うんですよね。ただ 2P なので、このゲームね、2P が恵比寿丸固定となってますので、一人プレイで恵比寿丸を使いたいってなると、五右衛門さんを体力ゼロにするしかないという、ちょっとなんともな感じとなっております。傘を選んで、B ボタンを押すことで、カーソルを移動させることができます。五右衛門が真正面に立ったからという感じではなく、店員さんですね。店員さんが立ってるものが購入できるというような感じです。なんで B で移動して A ボタンで使用という感じですね。で、これだと、傘を装備したままだと遠距離攻撃はちょっと攻撃してください。ダメージを受けますね。でダメージを受けると武器のレベルがパワーダウンして、感触玉であろうが小離れであろうが容赦なくキセル攻撃、ただのキセル攻撃に戻されてしまいますのでご注意ください。じゃあ改めましてどんどん先に進みましょう。これガマ口、隣でジャンプすると小判が 3,4 枚
5枚出てきましたわ。結構出てくるので、お金稼ぎにね、ガンガン使いましょう。今女の子出ましたね。グーグー、すやすや。君に会いに来るより女の子に会いたかった。今の女の子はボーナスキャラですね。触れると、お金がもらえる感じとなっております。移動速度、敵の移動速度も結構速いので気をつけてください。どうか悪い庄屋をやっつけてください。はーい。じゃあこの天下の五右衛門が何とかしてあげましょう。たとえ家は狭くとも、俺の心はビッグだぜ。大事大事。こんなに狭いの？狭そうだなぁ。家の広さでね、全てが決まるものじゃないから。で、今、おたふくを取りましたが、おたふくは移動速度の上昇ですね。ちなみにもう1枚取ると、わらじがね、白くなって、結構な速度になります。痛い移動速度が速いとね、そんなにいいことないような気もします。慣れればね、サク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 それでいけるんですが。悪徳庄屋のためにどれだけの人が苦しんでいることか。それはみんなで立ち上がるしかない。とりあえずみんなを代表して五右衛門さんが立ち上がろう。あんたは帰ってきてくれたのね。誰かはわかんないです。誰なのになるんですが、やっぱりわかんないです。ここ、先ほども言いましたが、九州肥後なので、五右衛門さんの知り合いいないんじゃないっていう感じなんですが、誰なんでしょうね。一晩の宿。いつもの松竹梅ですね。これも B ボタンで移動し、決定することでね、泊まれるんですが、今はいいかな。今度どっかでまとめて泊まってみましょう。お金に余裕がある時にでも。よし。で、わらじを持っていると、こういうね、3マス分のところとかが飛び越せるようになります。なので、ここなんかもね、クッと飛び出して、これスタート地点なんですが、スタート地点にね、パッと戻ること、ここのよろずやにね、パッと入ることが可能となります。せっかくなんでおにぎり買っちゃいましょうか。おにぎりとかはどんどん高くなっていくので、買えませんわ。で、アイテムは節約を心がけた方がいいと思います。で、ここにね、駒。一定時間無敵になれるアイテムとなって、早かった。なっておるので、道中ね、移動する時なんかは、便利です。今、鳥さんが飛んでましたが、カザーは、鳥さんが落としてくる落下物から頭をね、守ったりとか、基本的には頭ですね。頭だけを守れるような感じのアイテムとなっています。どんどんダメージを食らっていく。いらっしゃいませ。アイテムはおにぎりですね。買っておきましょう。おにぎりは買って、敵もね、しっかり、お相撲さんがいる。ここも入っていきましょうか。なんか、急に BGM が変わって敵っぽいのがいましたが、あれがね、このステージのボスとなっております。よろず屋さん。鎧ですね。これは、ダメージを受けても、どのダメージからも身を守るものですね。その上からの落下物、ドタマ以外のところをしっかり守ってくれるアイテムとなっています。買いたい。買いたいけど、このゲームもね、金がないと辛いです。五右衛門シリーズね、基本金がないと辛いゲームではあるんですが、容赦なく辛いです。したら、もうボスのとこ行っても良いのですが、ここにね、隠し通路があるんですが、それはね、別に取らなくてもいいんですが、ちょっとお金稼ぎますね。お金稼ぎますねと言ったけど、よく考えたらここで稼げばいいんだ。ここがね、壁なんですけれども、こ
こで植木を押しながらだったかな、植木を押しながら AB を同時押しすると隠し通路に入ることができまして、中がね 3D 迷路になってるんですよ。ただこの 3D 迷路ね、まっすぐ通るだけでいいというすごくラッキーな、お金がねもう一気に500両も手に入れましたが、中に500両あるというね素敵な、もう序盤ではね最高に嬉しい場所となっております。よし。ただこの金を使って鎧なんかも買って、で困ったことにね、ここね五右衛門さんの武器をパワーアップする術がないので、鎧だけ買ってさっきのボス戦に挑みましょう。ここですね。ということで、相撲ロボットの戦闘になるんですが、相手はマリエスラッカー、ちょんまげをね、複数投げてくるんですね。投げて攻撃していきます。なので、ちょっとつかず離れずでね、やっぱり攻撃を入れていきまして、で、ドタマが壊れると、今度はお腹からのね、遠距離攻撃に攻撃の方法を変えてくるので、あんまり真正面にいずに、こういう時は下からとか上からとか攻撃してあげましょう。横にしか攻撃が発射できないので、上下から攻めれば楽勝です。超やだね。悪いことすんじゃないよ。これでからくり城の情報を入手し、その場所に向かってガンガン行こうじゃないかという話ですね。よし。で、あっという間にね、次のステージ、九州非合ですね。今も九州にいたんですけれども、今は牢をね、破っただけという感じなので。で、アイテム、これ、ろうそくですね。ろうそくはね、初見の時は結構あると便利なんですが、というか、初見の時はね、これがないとクリアできないんじゃないかっていうぐらい、このゲーム難しいです。ファミコンの頑張れ五右衛門って多分一番難しいのは頑張れ五右衛門からくり道中 MSX 版だと個人的には思うのですが、こっから先ステージクリアするためには画面右下に通行、今0ってなってますが、この通行手形を3枚集める必要があるんですね。で、その3枚というのがお店に売ってる場合もあるのですが、基本的にはね、ちょっと今買わずに外出ますが、遠距離攻撃してくる。よし、こちらも遠距離武器を持ってくらい。よし。で、今ここね、何にもないけど、ここでジャンプすると、あれここじゃなかったっけ？もっと奥か。もっと奥でした。すいません。もっと奥だわ。この辺かな？あった。こういうようにジャンプすることで階段が現れ、地下通路に移動することができるというものがあるんですね。で、その地下通路の入り口を発見することができるアイテムというのがろうそくなんですよ。ちょっとろうそく買って今の場所に戻ってきましょう。はい、ろうそくですね。今90両だったんだけど、それがね、どんどん値上がるから、あんまりね、買うのもね、辛いんですよね。で、ろうそくを持った状態だと、あったというように階段が見える状態になるんですよ。なので、ろうそく持ったらね、もうとりあえず街みんながひたすらに駆け回って、もう階段の場所をね、全部把握してしまう方が良いと思います。あれやこれや情報収集したりしながらやっていくと、どんどんろうそくが減っていってしまいますので、カステーラですね。長崎名物カステーラ。これもシリーズね、カステラの呼び方、いろんな呼び方があるんですけれども、今回はカステーラですね。九州名物だね。あとね、ご当地のメニューがしっかり描かれております。ここは東神屋敷ばーい。
九州にあるものだね。今江戸で流行りの迷路はいかがですか？入りますか？これはあったら必ず入ってください。手形は地下の通路とよろず屋、そして迷路屋さんのこの3カ所にあります。で迷路屋さんがないステージであったり、お店で絶対に買わなきゃいけないステージ、買わなくてもいいステージとかいろいろねあるので、基本的によろず屋で買うっていうことは避けた方が良いです。どんどん値上がっていくので、最悪金の力で何とでもなるのですが、この金稼ぎがアルバイト等もなくって大金を稼ぎづらいというのがあるので、なのでね、可能であれば買わずに行った方が良いです。では入ります。さあ 3D 迷路ですね。これ苦手な人はね本当に苦手といきますが、A ボタンを押すことでマップが見えるので、千両箱はねしっかり回収して、手形なんかもねあるので、じゃあ全部回収して外に出ましょう。よし。というようなのが 3D 迷路ですね。ろうそくの効果でまだ階段が見えるが、とりあえずそこはチェックしたので。にはお、シェイシェイ。法人屋敷。アイテムはいかがですか？アイテムがまたいっぱい置いてますね。これが時計なんですけれども、時計は今画面下に時間1779と書いてますが、この時間を回復するアイテムですね。こんなにね時間切れになるっていうことは初見だったらもしかしたら全然あるかもしれないんですけれども、そうだな、初見だと多分そうなるな。でこちらがこれぞうくんと矢印くんですね。これはね工事作品だといろいろね、マップの表示であったりとか、ボスの場所を教えてくれるであったりとか、何かしらの収集要素の場合等もあるんですけれども、これはいずれも 3D 迷路で使用するアイテムとなっておりまして、矢印くんは出口を矢印で表してくれるアイテムで、これぞうくんは出口までパッと戻るということが可能となります。どちらもねいらないかな。私は買ったことないんですけれども、機会あればちょっとどちらも使ってみましょう。覚えてたらね。よし。ではこの辺はもう一通り見たかな。ここ見てないか。よろずや、鎧ですね。で橋も渡り、こっちもメシ屋さん、またカステーラだね。メシ屋さんはね結構あっちゃこっちゃにあったりもするので、でよろずやろうそくだね、さっき見たね。よし、じゃあこっちのフィールドはこれで一通り見たので、こっちからまた探索、ここにねいきなりろうそくで効果で隠し階段が見えておりましたが、でここに通行手形があり、これで3枚手に入ったので、もうゴール設置書ですね。設置書を探してそこから外に出て OK です。これ今の巾着、風呂敷包みだったかな。風呂敷包みを取るとライフゲージが満タンになり、ちょっとグッとライフが増えます。そしたら階段の出口から行ってもいいんですが、どこにね何があるかとかがわけわかんなくなっちゃうので、とりあえず地上ルートをガンガン歩いて町人さんの話等も聞きながら進めていきたいと思います。後でねどのタイミングでつけてるかわかんないけど、タイタンルートでの攻略動画は別につけようと思いますので、
攻略法だけをね、確認したいという方はそちらの動画を参照してください。で、飯や。これはほっかほかのご飯はいかがですか？白米オンリーかな？納豆とか欲しいなぁ。私最近ひき割り納豆が好きでなぁ。ひき割り納豆が好きです。阿蘇山は噴火してるぞ。おう。阿蘇山は常に噴火されてると。噴火してるということは落石があるというね、話なんですが、その落石から身を守るのが傘。はあ。これ何っていう話なんですが、これがね、思わず止めちゃいましたが、取っても大丈夫っちゃ大丈夫です。ダメージは受けません。精神的なダメージは受けそうですが、ちょっと取ってみたいな。よし。取ると、ダメージは受けなかったんですが、武器レベルが下がってしまいます。2つ取っても特にね、何にもない。なんでこんなにあっちゃこっちゃにこの巻き貝があるの？正式名称はちょっと伏せます。正式名称は皆さんの想像通りのものです。で、こちらがお守り。お守りは、今、かご屋さんが走っていましたが、かご屋さんから身を守ることができるものとなっています。かご屋さんちょっと乗ってみましょう。かご屋さんに乗ると、一定期間戻されて、今全然戻されてないような気もするけど、フィールドがね、結構戻されちゃったりとかするんですよ。で、厄介なのが、ほんと、かご屋さん、1ミリも動かさなかったね。ただ、かご屋さんは、触れると、50両、強制的に徴収されてしまいますので、なので、それから身を守るためには、このお守りを持っていると、便利です。お守りを持っていれば、今みたいにね、かご屋さんに触れても、連れ去られることはないと。問答無用で連れ去っていくかご屋もどうかと思うんですけどね。そういうもんなので、仕方ない。で、お地蔵さんなんかにもね、しっかり頭を下げて、よし。で、ちょっと足場の悪いところを進んでいきますが、落石ですね。落石は傘が持っていれば、ダメージを食らうことはありませんので、よっ。私はツインビー2とグーニーズ2とグラディウス2を買いました。ほう、そんな時代なんですね。1989年はこの3作品が発売された年なのかな。グラディウスが今ちょっと動きがありそうですが、グーニーズは多分、一生無理だろうなぁと思うのですが、あれは版権等の問題等もあってで難しそうですが、ツインビーとかもね、もしかしたらグラディウスがうまくいけば来るかもしれませんな。ゴエモンはいつ来るかな。痛い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 。このゲームね、基本的にはね、小離れを持って、小離れをね、しながら、もう小離れ連打しながらバーッと走っていく方が、なんか、楽なような気はします。よろずや。アイテムですね。どんどん値上がっていくので、あんまり買いたくないのですけれども。せっかくなので、砂ドリアも買ってみましょう。今、時間が1450となってますが、これを買うと、300かな ?300 増えましたね。300増えるだけでね、だいぶ余裕は持って行動できるので、そう困ることはないので、買わなくて大丈夫と思います。多分。で、みんな大好き温泉。あれを癒すにはお風呂が一番入ります。もちろん入ります。はーい。で、これはね、男湯女湯選択する項目というのは出ないで、自分の意思で入ることが可能となっています。このドスケベ違う方に入るとね、もちろんダメージを食らうんですが、このお風呂が2人プレイをした時に喧嘩になりそうなものでして、
これがね、五右衛門は男湯、恵比寿丸は女湯に入らないと回復しないのですが、それぞれ別の湯に入ることっていうのができないんですよ。強制的にどっちか、先に入った方ですね。先に入った湯の方に2人一緒にぶち込まれるんですよ。なので、男湯に行けば五右衛門さんはしっかり回復するんですけれども、恵比寿丸はね、諸事情でダメージを受けてしまうので、さあ、男湯に入ってすっきりしまして、じゃあまたガンガン走っていきましょう。メシアさん、なんだこれ。桜島大根でが、桜島大根か。なるほど。美味しい美味しい大根の、そのままかな。大根は、これそのまま食えと言われておるのだろうか。それも良いとは思います。でね、この辺にもね、一応階段があるんですが、この階段はね、階段の出口入り口出口になっておりまして、これがね、どこにあった階段かというと、ここにあった階段なんですよ。だからね、階段の力を使えば、結構な道中、ショートカットもできたりするので、なので、この辺のね、ルートを覚えると、すごいね、近道しながら、効率よく手形を集めて、関所まで一気に駆け抜けることができたりするので、覚えげなところもあるのかな。その辺のね、覚えげな感じとかは後で別の動画にします。手形を3つ集めれば関所を通れますよと。もう今3つね、揃っているので、いつでも抜けれますね。また温泉がありますね。温泉はね、複数あっても、どの施設も変わりないので、関東のね、おばあちゃんも変わってませんし、で、これは、阿蘇山とはまた違うのかな。大仏様のお顔がある。で、ここにね、通行手形も売ってますが、道中、よろずやを利用しなくても3枚基本的には集まるので、なんで最終手段です。最終手段。本当にどうにも分かんなくなった時は、これを買っても良いのですが、どんどん値上がってで、本当に最終的にもう、こんなのどうやって買えばいいんだっていう値段になってしまうので、極力買わない方がいいです。頑張って探しましょう。どうかね、ステージ一つだけ、絶対に買わなきゃいけないっていうところも出てくるんですけれども、基本的には買わなくていいです。お、恵比寿丸。配った小判を拾うでない。もう。はい、じゃあ、ちょっとサクッとクリア目指して行ってみましょう。サクサクね。まずさっさとね、牢獄から脱出していくんですけれども。よいしょよいしょ。よし。で、招き猫も取って。私最初ここの階段紹介しましたっけ？紹介しなかったような気がする。ここにも階段があります。で、この階段を抜けていきますと、小判がね、ありまして、で、足が遅いな。わらじも先に取ってくるべきでしたね。そうなると、一気にね、ここに来るんですよ。もう超ショートカットですね。めんどくさい庄屋の屋敷をどんどん上に登っていく必要もないっていうね、すごい短距離で、あっという間にここに来ることが可能となります。で、このまま、もうボスもね、倒していきましょう。ちょっと足が遅いので、ちょっといろいろ不安が、アイテム等も買ってきてないので、ちょっと不安もありますが、サクッとね、痛い！上からも殴って、上から殴ることも可能。フライ！
ちょっとね、上下から殴ってるとき、その相手との距離感がつかみづらいですが、なんとかしてください。よし。というようにね、数分でクリアすることが可能です。このゲームね、ほんとその道順等を覚えてしまえば、2時間かからずにクリアできるんじゃないかな。で、今度はすぐ下に階段があるんですが、まずメール屋さんですね。ちょっとアイテムを買っていきましょう。どっかいいアイテムはないものか。その招き猫が欲しかった。よし、これでとりあえず遠距離攻撃ができるようになったので安心。で、ここに鎧が売ってるので、これ買って、防具もね、ある程度ないと、ちょっとめんどくさいので、防具がね、ちゃんとあれば、武器レベルが下がったりとかもなくなるはずなので、で、ここが、そうよね、おたふく。よし。で、女の子も通って、よしたら、まずここの、程度で、パクッとね、一通り、物取っていきましょう。で、迷路で手形取ったら、今度この階段ですね。この階段に入り、手形を取り、このままね、地下道進んじゃってください。地下道をガンガン進んで、特に何もない地下道をガンガン進んでいきまして、お団子など取って回復入れつつ、ここから上に上がり、で、左側に行くとスタート地点に戻れるので、スタート地点の方で、ここに入り、手形を取ると。なので、これが最短ルートですね。で、あとは、よろずや等でね、あれやこれや回復等も買いたいところですが、とりあえず先を急ぎましょう。で、ここに出るので、ここからはちょっと走んなきゃいけないんですが、あとは設置所まで一気にね、なんか無駄にいっぱい当たった。これで OK となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また遊びに来てくださいね。では失礼いたします。